解説。1999年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1999年に公開された映画ってどんな名作があったか知ってる？お、いい質問だな。1999年は映画業界にとっても大きな転換点だった年だぜ。マトリックスやスター・ウォーズ・エピソード1、それに感動的なライフ・イズ・ビューティフルなんかも公開されて、どれも話題を呼んだんだ。あの年ってそんなに映画が盛り上がってたんだね。他にはどんな映画があったの？それがまた面白いんだよ。シックスセンスやワイルドシングスみたいな衝撃作から、ブルークライムやエネミー・オブ・アメリカみたいなサスペンス映画も大ヒットしたんだ。そんなに多くの名作があったんだ。でも、なんで1999年ってそんなに映画が話題になったの？それは、1999年が映画にとって新しいテクノロジーやストーリーテリングのスタイルを取り入れた年だったからだな。CG 技術の進化や、予測不能なストーリーが観客を引きつけたんだよ。なるほど。じゃあ、今日は1999年に公開された映画の中でも特に記憶に残る名作をランキング形式で紹介するの？その通りだぜ。1999年公開映画ベスト10を、10位から順番に見ていこう。楽しみにしててくれよな。第10位。ブルー、クライム。第10位は、ブルークライムね。どんな映画なの？ブルークライムは1999年に公開された、クリント・イーストウッド監督のサスペンス映画だぜ。イーストウッドが主演も務めているんだ。この映画は、実際の事件を元にしたストーリーで、法廷もののサスペンスなんだ。実際の事件を元にしているって、かなりリアルな映画なんだね。どんな事件が描かれているの？映画のストーリーは、アメリカで実際に起きた殺人事件に関するものだ。イーストウッド演じる主人公、スティーブ・エベレットは、アメリカの刑務所で死刑を待つ囚人の裁判を取材している新聞記者なんだ。囚人が死刑を待っているってことは、その人が犯人なの？それが問題の核心だな。この囚人は自分が無罪だと主張しているんだ。エベレットは、彼が本当に無罪かどうかを調べるために調査を始めるんだよ。無罪を主張している囚人がいるんだね。でも、そんなことを調べていたら、危険な目に遭いそう。その通り、エベレットは調査を進めるうちに、次第にその事件の裏に隠された真実を突き止めようとするけど、だんだん危険な状況に巻き込まれていくんだ。それってすごく緊迫した展開になりそうだね。どんな結末が待っているの？結末はもちろんネタバレになるから言えないけど、この映画はサスペンス映画として非常に評価されているんだ。法廷ドラマとサスペンスが見事に絡み合っていて、最後までハラハラさせられるよ。サスペンスと法廷ドラマって、すごくドキドキしそう。それに、監督のイーストウッドは名作を数多く手掛けてきた監督だし、映画としても期待できるよね。イーストウッドはやっぱり監督としても名高いから、彼が作る映画はどれも深いテーマが込められているんだ。この映画も、単なるサスペンスにとどまらず、社会的なメッセージもあるんだよ。なるほど。ただのサスペンスじゃなくて、社会の問題を考えさせられる映画なんだね。見たくなってきたよ。絶対に見るべき映画だぜ。緊迫したサスペンスと深いメッセージが詰まった映画だから、ぜひチェックしてくれよな。第9位。エンド・オブ・デイズ。第9位はエンド・オブ・デイズですね。タイトルからして、すごく壮大な映画になりそうだけど、どんな映画なの？エンド・オブ・デイズは1999年に公開されたアクションホラー映画だぜ。主演はアーノルド・シュワルツェネッガーで、監督はピーター・ハイアムズ。映画は、悪魔の力と戦う男の物語なんだ。シュワルツェネッガーが悪魔と戦うって、かなりエキサイティングな設定だね。どんなストーリーなの？物語は、悪魔が人間の女性と結びついて世界の終わりを引き起こそうとするところから始まるんだ。シュワルツェネッガー演じるジェリコ・ケインは、元警察官で、悪魔の力に立ち向かうべく戦うことになるんだよ。悪魔が女性と結びついて世界を終わらせる？それってすごく恐ろしい状況だね。そうなんだ。悪魔は、今度こそ人類を滅ぼそうと、女性の体を乗っ取るんだ。ジェリコは、
この事態を阻止するために、信じられない力を持つ悪魔と戦うんだけど、その戦いは命がけなんだよ。それってすごく命がけだね。どんなアクションが繰り広げられるの？映画全体がアクション満載なんだ。シュワルツェネッガーの肉体を生かした迫力ある戦いが展開されて、悪魔との戦いだけじゃなく、都市での激しいアクションシーンも見どころだぜ。シュワルツェネッガーのタフさが存分に活かされているんだ。それにしても、シュワルツェネッガーが悪魔と戦う映画なんて、かなりインパクトがあるね。その通り、エンド・オブ・デイズは、ただのアクション映画じゃなくて、悪魔と戦うというテーマを持つホラー的な要素も強いんだ。絶え間ない緊張感が続く中で、シュワルツェネッガーがどんな風に戦うのか、最後まで目が離せないんだ。なるほど、悪魔との戦いって、やっぱり壮絶な展開になりそうだね。絶対に見るべき映画だぜ。壮大なアクションと恐怖の中で繰り広げられる戦いが、最後まで観客を引き込むんだ。興奮すること間違いなしだよ。第8位、マトリックス。第8位は、マトリックスですね。これって、すごく有名な映画だよね。どんな内容だったっけ？マトリックスは、1999年に公開された SF アクション映画だぜ。監督はウォシャウスキー兄弟、主演はキアヌ・リーブス。映画の内容は、現実と仮想世界の境界が曖昧になる、革新的なストーリーが展開されるんだ。ああ、仮想世界と現実の話だったんだね。ちょっと難しそうだけど、どういう話か教えて。簡単に言うと、主人公のネオ、キアヌ・リーブスは、ある日自分の世界が仮想現実であることに気づくんだ。実際には人類は機械に支配されていて、すべての人々はマトリックスという仮想世界に閉じ込められているんだよ。みんな仮想世界に閉じ込められてるって、すごく怖いね。そうだろ？ネオは、そのことを知ってから、仮想世界を支配する機械と戦うために立ち上がるんだ。彼は選ばれし者として、仮想現実の中で特別な能力を発揮できるんだよ。選ばれし者ってことは、ネオにはすごい力があるんだね。どんな力を使うの？ネオは、マトリックスの中で時間を操ったり、物理法則を無視して空を飛んだりできるんだ。映画の中では、アクションシーンがめちゃくちゃかっこいいんだよ。特に、銃を避けるシーンとか、ワイヤーアクションがすごい。うわぁ、それはすごい。バレットタイムっていうカメラワークも、すごく印象的だったよね。その通り、バレットタイムって、弾丸が空中をゆっくり飛ぶシーンが有名だよな。あの画期的な撮影技術は、マトリックスが与えた影響で、後のアクション映画にも大きな影響を与えたんだ。なるほど。映像技術にもすごく革新があったんだね。でも、映画のテーマって何だったの？マトリックスは、仮想現実と現実の境界、そして人間が自由を手にするために戦うというテーマを扱っているんだ。映画は哲学的な要素も含んでいて、見る人によっていろんな解釈ができるんだよ。哲学的な要素もあるんだ。それなら、ただのアクション映画じゃないんだね。その通りだぜ。マトリックスは、アクション、SF、哲学がうまく融合した名作なんだ。深いテーマとともに、目を見張るアクションも楽しめるから、見る価値は絶対にあるよ。第7位、スネーク、アイズ。第7位は、スネークアイズですね。この映画、すごく有名だけど、どんな内容なの？スネークアイズは、1998年に公開されたサスペンス映画で、監督はブライアン・デ・パルマ、主演はニコラス・ケイジだぜ。この映画の舞台は、ニュージャージーのアトランティックシティにあるバンクアトランティックセンターで行われているボクシングのヘビー級タイトルマッチなんだ。ボクシングの試合の最中に何か事件が起きるの？その通り、映画は、会場に集まった1万4000人の観客の中で起こる事件を描いているんだ。試合が進行する中で、リングサイドに座っていたカークランド国防長官が暗殺されるという衝撃的な事件が発生するんだよ。そんな重要な人が暗殺されちゃうの？それって大事件だね。その通り、ニコラス・ケイジ演じる主人公、ケビン・ダンは、会場内で警備員として働いている刑事で、事件が起きた時に現場にいたんだ。彼は、
観客と関係者の中で誰が犯人なのかを追いながら事件の真相を解明していこうとするんだ。会場内で暗殺事件が起きて、しかも周りの人々が関係している可能性があるって、すごく緊迫しそうな展開だね。その通り、リックは、証拠を探しながら観客や関係者にインタビューをしていくんだけど、事件の背後には思いもよらない陰謀が隠されていることに気づくんだ。陰謀が絡んでいるんだ。それってすごくスリリングだね。そうだぜ。この映画の面白いところは、リックが事件の証拠を追ううちに、彼自身の過去や罪が浮き彫りになっていくところなんだ。自分が犯した過去の過ちが、事件にどう関わっているのかも明かされていくんだよ。過去の罪が事件に絡むって、ますます複雑な展開になりそう。その通り、事件の謎を解き明かしていく過程で、観客は犯人は誰だろうとドキドキしながら進んでいく。そして、最後に待っているどんでん返しが、この映画の最大の魅力なんだ。うわぁ、最後の展開が気になる。そんな緊迫感のある映画なんだね。絶対に見るべき映画だぜ。サスペンスとアクションがうまく絡み合っていて、最後までハラハラドキドキしながら楽しめるから、見る価値は十分にあるよ。第6位、エネミー・オブ・アメリカ。第6位は、エネミー・オブ・アメリカですね。これもかなり人気のある映画だよね。どんな映画なの？エネミー・オブ・アメリカは、1998年に公開されたアメリカのスリラー映画だぜ。監督はトニー・スコット。主演はウィル・スミスとジーン・ハックマン。映画は、アメリカの監視社会を描いた作品なんだ。監視社会？それってかなり怖いテーマだね。どんな話なの？簡単に言うと、この映画は、ウィル・スミスが演じるロバート・クレイトンという弁護士が、偶然にも国家機密に関わる監視システムを目撃してしまうところから始まるんだ。国家機密って、かなり大きな問題だね。クレイトンはその後どうなっちゃうの？クレイトンがそのシステムを見てしまったことで、彼は政府や秘密機関から命を狙われるようになるんだ。ジーン・ハックマン演じる元 CIA 工作員のブリル・トーマスが登場して、クレイトンを助けることになるんだよ。政府に命を狙われるって、かなりスリリングな展開だね。そうだろ？映画は、クレイトンがブリルと共に、命を守りながらも政府の監視システムの真実を暴こうとする過程が描かれているんだ。この映画の魅力は、どんどんエスカレートする緊迫感とサスペンスにあるんだよ。監視システムを暴こうとするけど、どんどん追い詰められていくって、見ているこっちもドキドキしそう。その通り。そして、映画のもう一つの見どころは、監視社会の恐ろしさを書きながらも、現代の技術とそれが引き起こす社会的な影響について考えさせられるところなんだ。技術が進化すると、こういう監視が可能になっちゃうんだね。映画は、ただのスリラーじゃなくて、現代社会への警鐘も鳴らしているんだ。その通り、エネミー・オブ・アメリカは、スリリングな展開だけじゃなくて、監視社会の問題についても深く考えさせられる映画なんだ。だから、ただ楽しむだけじゃなく、見た後に色々考える映画なんだよ。なるほど。スリラーと社会問題をうまく絡めた作品なんだね。見てみたくなったよ。絶対に見る価値ありだぜ。サスペンス好きや社会派映画が好きな人にもおすすめの映画だよ。第5位、ワイルドシングス。第5位は、ワイルドシングスね。この映画、セクシーなサスペンスって聞いたけど、どういう話なの？ワイルドシングスは、1998年に公開されたサスペンス映画で、予測不可能な展開が魅力的なんだ。舞台はフロリダ州の静かな港町ブルーベイ。高校の進路指導教諭サム・ロンバート・マット・ディロンは、生徒であるケリー・バン・ライアン・デニス・リチャーズからレイプされたと訴えられるんだ。レイプの訴え？でも、サムは無実だって言ってるんでしょ？そうだよ。サムは無実を訴えているけど、ケリーの母親サンドラ・サマンサ・マシスが地元の富豪であることもあり、この事件はセンセーショナルな話題になる。サムは頼りない弁護士ケネス・ケン・ボーデン・ビル・マーレイに弁護を依頼するんだけど、事件はますます複雑になっていくんだ。事件が進むにつれて、何か裏がある感じだね。その通り、実はケリーだけでなく、
同級生のスージー・トーラー、ネイブ・キャンベルもサムにレイプされたと告発していたんだ。これでサムはますます不利な立場に追い込まれるけど、ボーデン弁護士がスージーの偽証を暴き、状況が一転するんだよ。偽証って、それだけでも驚きだけど、事件がどんどん大きくなっていくんだね。実は、スージーはケリーと共謀して、このレイプ事件を仕組んでいたんだ。彼女たちは最初からサンドラから大金を騙し取るためにこの狂言を始めたわけだ。でも、この計画がどんどんエスカレートしていくんだよ。うわぁ、計画的だったんだ。でも、それを暴いたのはデュケ刑事、ケビン・ベーコンだったんだね。その通り、デュケは、この狂言を見抜き、捜査を進めるんだ。しかし、ケリーとスージーの殺害も計画に含まれていたことがわかる。そして、最後のどんでん返しが待っているんだ。サムとデュケが組んでいたんだよ。サムとデュケが組んでいたの？それはまさに衝撃的な展開。最後には、サムがデュケを裏切ることになるんだ。最終的にサムはスージーに殺され、スージーの IQ が200という驚くべき事実が明かされる。サスペンス、裏切り、衝撃的な結末が詰まった映画なんだ。そういうことか。映画の最後まで何が起こるかわからない。ドキドキの連続だね。絶対に見るべき映画だぜ。サスペンスと驚愕の展開が好きな人には、特におすすめだよ。第4位、鉄道員、ポッポ屋。第4位は、鉄道員、ポッポ屋ですね。この映画、かなり感動的な話だって聞いてるけど、どんな内容なの？鉄道員、ポッポ屋は、1999年に公開された日本の映画で、主演は高倉健。舞台は北海道の幌米線の終着駅幌米駅。高倉健が演じるのは、長年鉄道員、ポッポ屋として働き続けた駅長、佐藤音松だぜ。高倉健さんが演じる駅長が主人公なんですね。どんな人物なんだろう？音松は一筋に鉄道を支えてきた男で、娘を亡くした日も、妻を亡くした日も、ずっと駅に立ち続けてきたんだ。しかし、そんな音松にも転機が訪れる。なんと幌米線が廃線になることが決まったんだよ。廃線？それって大きな変化だね。音松の人生にも影響が出てきそう。その通り、映画の大きなテーマは人生の終わりと思い出なんだ。音松は、昔の同僚で今はビオロ駅の駅長をしている杉浦から、リゾートホテルへの再就職を勧められるんだけど、鉄道員一筋の音松はそれを断るんだ。鉄道員一筋の音松にとって、再就職は受け入れがたい提案だったんですね。そうだぜ。音松は、思い出を振り返るうちに、娘ゆき子を失った悲しみや、炭鉱町として賑わった頃の幌米のことを思い出すんだ。その夜、音松は一人の少女と出会うんだけど、この少女にゆき子の面影を重ねるんだよ。その少女がゆき子の面影を持っていたの？そうなんだ。そして、翌日、その少女の姉だと名乗る高校生が現れる。実は、その少女は音松の亡くなった娘ゆき子その人だったんだ。それってすごい衝撃的な展開。まさに、ゆき子は音松に成長した姿を店に現れたんだ。そのことを知った音松は、長年抱えていた後悔の気持ちが雪のように溶けていくんだ。でも、翌朝、音松の亡骸が幌米駅のホームで発見されるんだよ。なんて切ない結末。でも、最後にゆき子と再会できたことで、音松の心は少し救われたのかもしれないですね。その通りだぜ。鉄道員、ポッポ屋は、人生の終わりを迎える男が、過去を振り返りながら最後の決断をする感動的な映画なんだ。高倉健の演技が本当に心に響く作品だから、見た後にじんわりと胸が温かくなること間違いなしだよ。見てみたくなった。感動的な映画だね。絶対に見るべき映画だぜ。人生や家族の絆を考えさせられる作品だから、ぜひ見てみてくれよな。第3位、スター・ウォーズ、エピソード1、ファントム、メナス。第3位は、スター・ウォーズエピソード1ファントム・メナスですね。これって、スター・ウォーズシリーズの中でも重要な作品だよね。どういう話なの？スター・ウォーズエピソード1ファントム・メナスは、1999年に公開された映画で、
スターウォーズシリーズの中でも重要な位置を占めているんだ。この映画は、オリジナル3部作の前の時代を描いた前日譚だぜ。前日譚ってことは、登場人物や物語がこれからどうなるのかがわかるってことだね。その通り、物語は、銀河帝国がまだ登場する前、平和な時代を描いているんだ。映画の主人公は、若き日のアナキン・スカイウォーカー、ジェイク・ロイドと、ジェダイのクワイ・ガンジン、リーアム・ニーソンだ。アナキン・スカイウォーカーって、後のダース・ベイダーになる人物だよね。でも、まだ子供の時代なんだ。そうだよ。アナキンは、まだ少年で、惑星タプイーンで奴隷として暮らしているんだ。クワイガンと彼の弟子であるオビワン・ケノービ、ユアン・マクレガーは、アナキンを発見し、ジェダイの訓練を受けさせようとするんだ。じゃあ、アナキンはジェダイになる可能性があるってことだね。でも、映画には他にもたくさんのキャラクターが登場するんでしょ？もちろん、映画には、パドメ・アミダラ女王、ナタリー・ポートマン、ダース・モール、レイ・パーク、シディウス、イアン・マクダーミットなど、シリーズの未来を決定づける重要なキャラクターが登場するんだ。特にダース・モールとの戦いは、シリーズで最も印象的な戦闘シーンの一つだぜ。ダース・モールとの戦いは本当にすごいよね。ライトセーバーを使ったバトルが印象的だった。あの戦いは、映画史に残る名シーンだよな。エピソード1では、ジェダイとシスの対立が描かれ、アナキンの未来に関わる出来事が積み重なっていくんだ。でも、アナキンがダークサイドに落ちていく前提が見えてきたんだよね。その通り、ファントムメナスでは、アナキンがジェダイとしての道を歩み始めるんだけど、彼の内に秘めたダークサイドへの傾きが少しずつ明らかになってくるんだ。それが後のエピソード2やエピソード3に繋がっていくんだよ。なるほど。アナキンの成長と、それに伴う悲劇的な未来が少しずつ描かれているんだね。その通り、ファントムメナスは、ただのアクション映画じゃなくて、キャラクターの内面や物語の伏線がきちんと織り込まれているんだ。視覚的にも素晴らしい映像で、銀河の広がりが感じられる作品だから、何度見ても楽しめるんだよ。わあ、ますます見たくなってきた。やっぱり、スターウォーズは魅力的な世界だね。絶対に見るべき映画だぜ。ファントムメナスは、スターウォーズシリーズの中でもストーリーやキャラクターの深みが際立っているから、ファンならずとも楽しめること間違いなしだよ。第2、シックス、センス。第2位は、シックスセンスですね。この映画、すごく話題になった映画だよね。どういう話なの？シックスセンスは、1999年に公開されたサスペンスホラー映画で、監督はエム・ナイト・シャマラン、主演はブルース・ウィリスとハーレイ・ジョエル・オスメント。この映画の特徴は、ラストのどんでん返しと、ホラーとサスペンスの絶妙なバランスだぜ。ラストのどんでん返しって、すごく気になる。どんなストーリーなんだろう？簡単に言うと、ブルース・ウィリス演じる精神科医のドクター・マルコム・クロウが、ハーレイ・ジョエル・オスメント演じる少年コール・シアーと出会うんだ。コールは、死者の霊が見えるという特別な能力を持っていて、それが彼の人生を苦しめている。死者の霊が見える少年。それって怖いけど、すごく不安な気持ちになりそう。その通り、コールは自分の能力を誰にも話せず、精神的に追い詰められているんだ。ドクター・クロウは、彼の悩みを解決しようと助けようとするんだけど、コールは最初、彼にその能力を信じてもらえないと思っている。でも、ドクター・クロウはどうしてコールを信じることができるの？クロウは、コールの悩みを理解し、少しずつ彼と信頼関係を築いていくんだ。そして、コールが見た死者たちの霊の話を真剣に聞き、彼をサポートするようになる。でも、この映画の本当のポイントは、最も重要な部分が最後に明かされることにあるんだ。あれ？そんなに重要なことが隠されているの？そうだぜ。映画が進んでいくうちに、実はドクター・クロウ自身が思い込んでいたことと全く違う事実が明らかになるんだ。ラストのどんでん返しは、観客を完全に驚かせるようなものだよ。それって、まさに予想もできない展開だね。どんでん返しって、やっぱり映画を見る上で重要な要素なんだね。その通り、シックスセンスの魅力は、そのどんでん返しだけじゃないんだ。映画全体を通して、
恐怖や緊張感がじわじわと積み重なり、ラストに向かってどんどん引き込まれていくんだよ。サスペンスとホラーが絶妙に絡み合っているんだ。なるほど。ただのホラー映画じゃないんですね。心理的な深さもあるんだ。その通り、シックスセンスは、単なるホラー映画じゃなくて、心理的な葛藤や感情の揺れ動きが描かれていて、見た後に長く心に残る映画だよ。見る価値が絶対にある作品だから、ぜひ見てみてくれ。第1、ライフ、イズ、ビューティフル。第1位は、Life is Beautiful ですね。この映画、かなり感動的で涙が止まらなかったって話をよく聞くけど、どういう話なの？ Life is Beautiful は、1997年に公開されたイタリア映画で、監督主演はロベルト・ベニーニ。この映画は、第二次世界大戦下のイタリアを舞台に、ユダヤ人の父親が息子を守るために奮闘する物語だ。戦争の時代に、父親が息子を守るって、すごく大変なことだよね。でも、どんな風に守ろうとするの？父親のグイド・ロベルト・ベニーニは、最初はユダヤ人の家庭で普通に暮らしているんだけど、ナチスの迫害が始まると、家族は強制収容所に送られることになる。そこで、グイドは息子ジョズエを守るために、戦争の恐怖を一切感じさせず、ユーモアと愛で満ちた世界を作り上げるんだ。強制収容所に送られても、ジョズエに怖がらせずに過ごさせるって、すごいことだよね。その通り、グイドは、息子に戦争の現実を見せないように、ゲームのように振る舞うんだ。これはゲームだよ。ポイントを集めるんだと教え、ポイントが集まると商品がもらえると言って、息子に希望を与え続けるんだ。それって、どう考えても辛い状況の中で最善を尽くしてるよね。でも、そんなにうまくいくものかな？実は、この映画の大きな魅力は、戦争の恐怖の中でも、父親が息子に希望を与え続けることによって、ジョズエの心を守る力を見せているところなんだ。父親の愛とユーモアが、どんな困難な状況でも家族を支える力になるってことを教えてくれるんだよ。それって、ただの戦争映画じゃなくて、人間ドラマの深さが感じられるんだね。だけど、最後にはどうなっちゃうの？映画のラストは本当に胸が締め付けられるけど、感動的だぜ。グイドは、ジョズエに自分の命を捧げる覚悟で、最後まで息子を守る。そして、最後にジョズエが父親の愛を理解するシーンが涙を誘うんだ。わあ、それは本当に感動的だね。最後のシーンを想像するだけで、涙が出そう。この映画は、戦争の悲劇を描きながらも、家族の絆や愛がいかに大切かを教えてくれるんだ。ユーモアや優しさ、そして無償の愛が詰まった素晴らしい作品だから、絶対に見るべき映画だよ。間違いなく見たくなった。人間の強さや愛が感じられる映画だね。その通り、Life is Beautiful は、見るたびに心が温かくなる映画だから、ぜひ見てみてくれよな。総評またはまとめ。今回は1999年の名作映画をランキング形式で紹介してきたけど、どれも本当に魅力的だったね。そうだな。1999年は映画界にとって革新的な年で、数々の名作が公開された年だった。スターウォーズの新たな始まりや、シックスセンスの驚愕のラスト、Life is Beautiful の深いメッセージまで、どの映画も見る者に強い印象を残す作品ばかりだぜ。本当に、どれも深いテーマがあって、ただのエンターテイメントにとどまらないんだよね。それに、どれもキャラクターやストーリーがしっかりしていて、見るたびに新しい発見がある感じがしたよ。その通り、どの映画も、見る人に感情的な影響を与え、時には考えさせられ、時には感動させる力を持っている。だから、今でも多くの人に愛され続けているんだ。私もまた見たくなったな。今回は本当に素晴らしい映画を紹介してもらえてよかったよ。こちらこそ、楽しんでくれて嬉しいぜ。ぜひ、もう一度これらの映画を見て、その魅力を再確認してみてくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。
今日も一日良い日で、またね。